This video records the daily life of the Nikujiga couple and baby Goma.こんにちは、肉じゃが夫婦のナレーターを務めますずんだもんです。早いものでごまちゃんが生まれて3ヶ月が過ぎました。4月の初めにごまちゃんのお宮参りとお食い初めが終わって一段落したので、これまでの育児経験をまとめることにしました。この動画では生後1ヶ月の時から変わったこと、新しく始めたことをご紹介します。生後1ヶ月までの育児についてはこちらの動画にまとめていますので、よかったらこちらも合わせてご覧ください。今回ご紹介するのはあくまでごまちゃん向けのやり方であり、他の赤ちゃん全てに当てはまるものではありません。こんなやり方もあるという参考程度にとどめてください。ここでは生後1ヶ月から変わったこととして、ごまちゃん自身の変化と家での育児方法の変化についてお話しします。まずごまちゃん自身の変化としては長期4つの変化がありました。生後1ヶ月まではおむつ交換と授乳をしてあげればおとなしく寝ていたごまちゃんでしたが、夕方以降になると突然泣き始め、おむつ交換授乳をしても泣き止まなくなりました。これはいわゆる黄昏泣きと呼ばれるもので、生後数週間ほどからこのような兆候が見られると言われています。黄昏泣きは寝る前まで続き、これまでの工夫でちゃんと寝ていたごまちゃんも夜泣きするのではと不安でした。対処方法としては、おむつ交換と授乳をしても収まらない場合は基本的に放置することを徹底しました。赤ちゃんが泣いている時に大人が対処できるのはそれしかありません。あとはごまちゃん自身での解決を待ちました。寝る前の対策としては、しばらくは寝室で静かに見守り、どうしても泣き止まない場合は声掛けをしました。一度だけ寝た数分後に大声で泣き叫んだので、やむを得ず抱っこをしたのですが、その直後にパタッと寝たこともありました。今でもごまちゃんは黄昏泣きはありますが、暗い寝室に入れた後はおとなしく寝てくれるようになりました。泣くときは思いっきり泣かせ、暗くなったら寝るときというのをしっかり認識させた結果だと思っています。2ヶ月を過ぎたあたりからごまちゃんが「はあう」などの母音を話すようになりました。可愛らしい声でそんな言葉を言われて、ごまちゃんの可愛さが倍増しました。ごまちゃんが言葉を発してから、肉とジャガは積極的にごまちゃんと対話するようになりました。ああと言ったらああと返すだけでもごまちゃんは体も動かして反応してくれました。あまりの可愛さにジャガはごまちゃんのアーウシューを作ってしまいました。よかったら見てあげてください。ハンドリガードとは、赤ちゃんが自分の手を見つけて手を口に入れたり舐めたりする仕草です。ハンドリガードもなんぼ同様、生後2ヶ月頃からやり始めまして、拳を口にくわえる姿も可愛かったです。ごまちゃんの場合、最初は左手をくわえ始め、その1週間後くらいに右手もくわえ始めました。その後は右手をまっすぐ上げて見つめ、左手をまっすぐ上げて見つめ、現在は両手を上げて見つめています。これで自分には2本の手があることをごまちゃんは認識できたのかもしれませんね。生後1ヶ月までは眠っている時などに反射神経で笑う生理的微笑でしか笑わないと言われています。生後2ヶ月頃から社会的微笑と呼ばれる赤ちゃんの意思による笑顔が出始めます。ごまちゃんもその頃から傾向が出ました。ごまちゃんに笑顔を見せると笑顔を返してくれるようになりました。パパとママは認識してくれたのかもしれません。最近では体を縦に揺らすと声を上げて笑ってくれるようになりました。お互いに笑顔になれて楽しい時間です。そんな著しい変化を見せるごまちゃんの育児を続けるにあたり、育児方法で変更したことについてお話しします。
生後1ヶ月からの家での育児方法の変化について、長期の3つについてお話しします。生後1ヶ月まではベビーバスで体を洗っていましたが、ごまちゃんの体が収まらなくなってきました。そこでベビーバスは卒業し、大人と一緒にバスルームで体を洗うことにしました。お風呂で体を洗う保湿作業は夫婦で分担し、日ごとに交代で実施しています。洗い方としては、大人は座った状態で赤ちゃんを太ももの上に乗せて頭から順番に洗っています。ベビーバス使用時に顔に水をかけて洗っていたためか、ごまちゃんはシャワーの水が顔にかかっても泣きませんでした。あと、保湿でよく泣いていたごまちゃんですが、最近は慣れたせいかほぼ泣かなくなりました。日に日に成長していくごまちゃん、そのうちお風呂でおもちゃが必要になるかもしれませんね。夜間授乳では3時間おきに実施していましたが、授乳時のごまちゃんは寝ていることが多くなりました。1ヶ月検診での助産師さんからのアドバイスで、夜間授乳はごまちゃんが泣いた時にミルクをあげるでもいいかもと言われました。そこで夜寝る前にミルクをあげて、ごまちゃんが空腹で泣き始める限界の時間を計測しました。結果としては4から5時間の間で泣いたので、昼間は3時間おき、夜間は4時間おきで授乳を実施することにしました。3ヶ月経った現在は昼間も4時間おきの授乳で足りており、1日その間隔で続けています。ごまちゃんのミルクの飲みっぷり、授乳間隔を空けた時の様子を逐次確認し、授乳頻度を調節しています。使用済みのおむつを入れる袋はボスの防臭袋を利用していましたが、よりコスパの良い袋に変更しました。それは食パン保存用の袋で、匂いが漏れない素材ポリプロピレンを使用しており、安価で防臭効果は同等です。1点だけ懸念点としては、袋が透明のため使用済みおむつが丸見えになることです。ただ、ゴミ出しの際はまとめて半透明のゴミ袋に入れるので、特に気にすることなく使用しています。情報は常に最新のものにアップデートすることを心がけ、より良い育児を目指すことが重要ですね。ここからは生後1ヶ月を過ぎて新しく始めたことについて長期3つをご紹介します。助産師訪問時に助産師さんから予防接種可能な施設の情報をいただき、予防接種の予約をしました。生後2ヶ月になる前に役所から予防接種のお知らせが届くので、同封のチェックシートにチェックして持っていきます。初回は注射3本と飲むワクチン1種類で、注射後ごまちゃんは泣いてしまいましたが、飲むワクチンは甘かったこともあり、すぐに平らげて泣き止み、お医者さんに食いしん坊だねと言われちゃいました。現在は2回目が終わり、その時は甘いワクチンを飲んでもごまちゃんは泣き止みませんでした。そのうちお医者さんの顔を見るだけで嫌がるようになるかもしれませんね。ベビーカー購入前はベイビー&ミーの抱っこ紐で外出していたのですが、ごまちゃんに早く外の景色を見せたいのと、今後ごまちゃんを連れて買い物をして荷物を持ち帰る機会が増えることを想定し、ベビーカーを購入することにしました。ベビーカーは試乗などしていろいろ検討した結果、サイレックスのメリオを選びました。当初は東京都の赤ちゃんファーストでもらえるベビーカーが有力候補で、日系メーカーもしくはベビゼンで考えていました。特にコンビのスボカルシリーズが持ち運びも楽で操作性もいいと考え、赤ちゃん本舗で試乗体験しようとしました。赤ちゃん本舗の店員さんに伺ったら、重さは他のベビーカーと変わらないですときっぱり言われました。その時に店員さんに勧められたのがサイレックスのメリオでした。比較してみたところ、サイレックスは重量、操作性ともに他に比べて優れていると感じました。ただこちらは赤ちゃんファーストでは扱っておらず、ポイントで買えないことが購入時のネックになっていました。もう一つの候補としてベビゼンのヨヨを考えており、性能がよく高価ですが、こちらは赤ちゃんファーストで購入できます。ただこのベビーカーの欠点としては、3キャノピーと荷物を入れる容量がサイレックスに比べて小さいことでした。買い物などで荷物を多く収納したいごまちゃんの日よけを重視し、サイレックスの購入を決めました。
購入は百貨店でしまして、ちょうど出産祝いで商品券をいただいていたので、それを有効活用することができました。ちなみに商品券がそこそこの枚数だったので、店員さんの枚数確認に時間がかかってしまい、手間をかけさせて申し訳ないと言ったら、それ以上の枚数のお客様もいらっしゃったので、全然問題ないですと言われました。上には上がいるのですね。ベビーカーを購入してからごまちゃんと外出がしやすくなったため、外気浴を積極的に実施するようにしています。ランチの時にベビーカーでお店に入ったり、公共交通機関を利用したり、授乳室を利用したりしています。外の環境に少しでも慣れさせることと、夫婦の育児中のストレス解消も兼ねて、なるべく外出するように心がけています。外出時は授乳室の場所をあらかじめママパパマップで調べて、授乳タイミングを決めてから外出しています。持ち物としては交換用おむつ、ガーゼ、ミルク作りのための楽々キューブ、お湯と氷水を入れた水筒を持参しています。また雨天時に出かけることもあるので、ベビーカー用レインカバーも購入しています。ただごまちゃんは濡れないのですが、下に入れている荷物は濡れてしまいますので、荷物は別のビニール袋に入れた方がいいです。あとごまちゃんがベビーカーを嫌がったり、階段移動しかできない場合も想定し、抱っこ紐も持参するようにしています。外の環境や人の話し声に慣れたせいか、ごまちゃんはレストラン内でもすやすや寝ていることが多いです。今後は宿泊するなどもう少し遠出することも考えています。ノウハウがたまったらまた共有したいと思います。以上が生後1ヶ月の時から変わったこと、新しく始めたことになります。いかがでしたか？今回は生後1から3ヶ月の育児に関して肉じゃが夫婦のノウハウをご紹介しました。気がつけば生後3ヶ月が経ち、ごまちゃんも気づかぬうちにどんどん成長しているのを実感しました。4ヶ月頃にはごまちゃんの首が座り、寝返りも打てるようになるかもしれません。すでにその兆候は出始めています。ごまちゃん〇〇シリーズでも最近の様子を公開していますので、こちらもぜひご覧ください。育児で苦労されている方、これから育児される方の不安が少しでも取り除くことができれば嬉しいです。長い時間まで見てくれてありがとうなのだ。ご視聴ありがとうございました。よかったら高評価、チャンネル登録をよろしくお願いいたします。